どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ突然なんですけれども、皆さんがね、普段使っている iPhone や iPad でアダルトサイトって閲覧していますか？過去にね、僕の動画で iPhone でアダルトサイトを視聴しているときに、トロイの木馬ウイルス感染したというね、動画が1本上がっております。動画の内容的に言うと、アダルトサイトを見ているときにウイルス感染って実際するのかどうか、感染した場合はどうしたらいいのかとかですね、そういったね、解説をしている動画があります。もし気になる方はですね、ぜひそちらを見ていただきたいので、この動画のね、下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そこからご覧ください。では、今回のこの動画では、今言った僕のね、このウイルス感染の動画を見た多くの視聴者の方から相談メッセージ、質問メッセージがね、めちゃくちゃ来たんですよね。中身的に言うと、例えばさっき言った警告文が出て、閉じて、それでも大丈夫なのかどうか、ウイルス感染実際してないんですかねとかね、そういった心配のメッセージがたくさんありました。で中にはそこからね、ちょっとびっくりしてしまって、怖くなってしまって操作して、わけのわからないね、セキュリティアプリをインストールしてしまいましたとかですね、そういったメッセージも数多くありましたね。で大体がそういったメッセージなんですけれども、実は2番目に多かった相談メッセージというのは、やっぱり iPhone や iPad でアダルトサイトを見ない方がいいんでしょうかっていうのと、あとはそういった警告文とか、そういった広告とか一切無視をしておけばウイルス感染しないんでしょうか。要は安全に iPhone や iPad でアダルトサイトを見る方法ってないんでしょうかっていう質問がね、意外とね、めちゃくちゃ多かったんですよね。ちょっと僕もびっくりしたんですけれども、なので今回のこの動画では iPhone でより安全にアダルトサイトを見る、設定方法であったりとかね、そういったお話をこの動画でね、皆さんに情報発信していきたいなと思っておりますので、ぜひ iPhone、iPad、特に iPhone なんですけれども、iPhone でアダルトサイトを見ているあなた、最後までご覧ください。では、スタート。では、早速なんですけれども、今回この動画で話すテーマとしては、さっきも言ったようにね、iPhone でより安全にアダルトサイトを閲覧する方法、設定方法をね、僕なりにちょっと解説していきますけれども、皆さんがね、アダルトサイトを見ている時の、注意点というかね、そういったポイントって、どこになるんですかね。例えば、ウイルス感染しないようにとか、わけのわからないアプリインストールしないようにとかね、あとは何ですかね、詐欺的な広告とかね、そういったことに騙されないようにとかね、そういったことは十分注意していると思うんですよね。で、それ以外で、自ら知らない間に防御というかね、セキュリティが働いていることってね、実はあるんですよね。意外とね、皆さん知らない間にそういったセキュリティが動いてるっていうのをね、行動として取ってるんですけど、例えば皆さんの iPhone の中にはたくさんの情報が詰まってますよね。アダルトサイトを見ていれば、そういった閲覧履歴とかね、アダルトサイトを探していくときの検索履歴、検索のワードの履歴とかですね、それらの情報も見られたくないですよね、当然。そういったことがあると、やっぱり友人、知人、家族、彼氏、彼女でもね、iPhone 自体をそのまま渡すってなかなかないですよね。たとえそれがね、アダルトサイトを見ている見ていない関係なしに、iPhone をそのまま渡して、例えばここに写真載ってるよって言ってそのまま渡すってどうですかね。僕はね、ないですね。もし写真を見せたいんだったら、そのページだけをこうやって見せるみたいな。で、友達に渡しちゃうと、そのまま横にね、スライドされたら、みたいなね、びっくりしてしまうみたいなね。何にもないんですよ。何にもないんだけれども、そこでね、自分のセキュリティが働くというか、そういった経験ありませんかね。で、特に、例えばこれは男性でも女性でもそうなんですけど、そういったアダルトサイトを閲覧しているときに、検索したワードとかね、閲覧した履歴とかね、見られたら、やっぱりちょっと嫌ですよね。で、それらを改善するというかね、解決する、設定変更なんですけれども、そういった場合は、通常の
こうブラウザーではなくて、プライベートモードというかね、プライベートブラウザーで見ていただければ OK です。で、今回このプライベートブラウザーの話というのは iPhone でデフォルトで入っている Safari のアプリを前提にね、話しております。なので Chrome だったら、Chrome のそういった設定があるかもしれませんが、今回この動画で話す内容としては Safari のブラウザーでのお話になりますので、その辺はね、ちょっと理解しながら聞いておいてください。で、この Safari でね、このアダルトサイトを見るときに、通常のこのタブでね、見るんではなくて、プライベートモードというかね、プライベートブラウザーの方で見ていただければ、閲覧履歴、検索履歴、一切残りません。ね、これ意外とね、知らない方多いんですよ。例えば何かね、サファリで、検索ワード、エロ動画的なワードで検索をかけて見ているのか、それとももともと有名的なところで言ったら何があるのかな ?X ビデオとかな海外のものとかだったらそうなるのかなそういったものをもともともうブックマークしている方とか、そういったことあるのかなちょっとその辺は個人のユーザーレベルなのでちょっと僕にはわからないですけれども、そういった情報とかも通常のタブで見ていると、何かのタイミングでね、例えば彼氏彼女とかね、ご家族、奥さんとかね、旦那さんとかね、わからないですよ。何かのタイミングでiPhone を渡しているときに、何これみたいなね。なる可能性もなきにしもあらずじゃないですか。そういったウイルスとかね、危険なスパム的なものとか、セキュリティアプリ、高額なアプリ、わけのわからないアプリとかね、そこにばっかり注意していくのも当然大事なんですけれども、意外とね、身近なところで、こんなの見てるのとかね、そう思われたくないと思うんですよね。どうなんですかね。これね、例えば男女で共有しているなら全然いいと思うんですけど、ほとんどのことがね、プライベートなことってやっぱり見られたくないと思いますので、これはアダルトサイト以外でもね、そういったプライベートなものを見られたくないものは、このプライベートブラウザーっていう機能を使っていただければ、閲覧した履歴であったり、検索したワード、履歴、そういったものは一切表示されませんので、それを使っていただければなと思います。じゃあ、そのプライベートブラウザー自体ね、例えば第三者に見られたらどうするのっていうね、話にも結びつくと思うんですけど、それも心配ありません。このプライベートブラウザー自体、ロックかけることができます。そのロックは Face ID やパスコードでね、解除することができますので、ご自身以外がそのプライベートブラウザを開くことができないように設定することもできますので、この後ね、このロックの方法と、それ以外の設定変更のね、場所をお伝えしていきたいと思います。では実際に先ほど言ったプライベートブラウザーのロックをかける場所とかですね、それ以外の設定確認、変更の場所なんですけれども、まずはね、皆さんiPhone の設定画面を選択してください。で、その設定の中のサファリを選んでください。で、そのサファリの中にプライバシーとセキュリティという項目があるかと思います。一応ここにね、ちょっと画像出しておきますけれども、ここには一応4つのね、この確認場所というかね、変更できる場所があるんですけれども、そうですね、基本的には4つともオンにしておいてもいいのかなと思います。一応上から順番にね、ちょっと簡単に説明すると、サイト越えトラッキングを防ぐっていうのがあるんですが、これはですね、皆さんが、いわゆるこのネットでの、行動履歴というかね、閲覧履歴とか、そういった情報を、取られるというかね、その情報収集されるっていうふうに思ってください。メインに使われてるって、広告によく使われているんですけれども、皆さんは一度はね、経験あると思います。インターネット上でね、例えば、カメラとかね、検索をして、いろんなカメラを見たときに、翌日から広告がカメラばっかりになったとかね、そういったトラッキング越えの情報を出すことによって、ユーザーが何を検索したとかね、何を閲覧したとか、そういった情報が、流出とは言わないんですけど、提供するというかね、そういったものがあるので、これを防ぐ。これ100% ちょっとね、防ぐことできないんですけれども、極力、ご自身の、閲覧履歴とか、ワードのね、検索した履歴とかは、出さないようにするっていう設定になっているので、
別にこうオンにしておけばいいのかなと思います。オンにしたからといってね、何かこう発生するわけではないので、オンにしておくことを推奨します。でそして次が、IP アドレスの非公開とかですね、この IP アドレスの設定なんですけれども、ここもね、オンにしておけばいいのかなと思いますね。必要最低以上のね、この IP アドレスの情報を出すっていうのは、基本的にこう、プライバシーの問題というかね、今はそういう風な形になってきておりますので、ここも特に、この IP アドレスをじゃんじゃん自分がこう出す必要はないのかなと思います。ただね、一個だけちょっと注意する点があるとすれば、何かこう特殊な会員登録とかね、これはアダルトサイトもあるのかな。僕ちょっとね、アダルトサイト会員登録したことないんで、ちょっとわからないですけど、IP アドレスがあって初めてね、会員登録ができるね、こうサイトもあるかもしれません。そういった場合はちょっとここのね、設定変更をしないと登録自体ができないかもしれないんですけど、僕はね、ずっとこの設定もうすべてオンにして、使ってますけれども、何の問題もないし、会員登録もできますし、ひょっとしたらアダルトサイトできないものがあるのかな。それはね、ちょっともしそういった情報を知っている方がいらっしゃれば、ちょっとコメントを入れていただければなと思います。そして次が、さっき言ったね、このプライベートブラウザーのロック解除、この Face ID でロック解除ができるっていう設定になっておりますので、こうロックかけたい方は、オンにしていただければなと思います。結構ね、プライベートブラウザーって言いつつも、サファリのページを開いたときに、通常のタブとちょっと横にね、プライベートってこう見えてるので、何かのタイミングでパッとね、見られる可能性もね、なきにしもあらずなので、もしプライベートブラウザを使っている方は、ロックしておいた方がいいんじゃないかなと。特にプライベートブラウザでアダルトサイトとかね、見られている方は、ロックしておいた方がいいかもしれませんね。で、そして次に詐欺ウェブサイトの警告ですね。これはもうデフォルトというかね、オンにしておいた方がいいと思います。このね、僕のチャンネル見ていただいている視聴者の方って、結構ね、こう知識ある方が多いんですけれども、そういったね、こう詐欺サイトに騙されることはないと思いますが、自分が気がつかなくてもね、フィッシング詐欺とかね、いろんなパターンがありますので、そういった詐欺サイトに、例えば誘導、リンクを踏んでしまって、飛んでしまった時に、こう警告がね、出るように、設定しておけばいいのかなと思いますね。これをオンにしたからってね、何か困ることでもないので、この4つは基本的には、オンにしておく。そして、今回のね、この動画のテーマでもある、より安全にアダルトサイトを見るってなると、プライベートブラウザーでアダルトサイトを見ていただくことによって、閲覧履歴、検索履歴も一切見られないですし、自分だけが見れるページっていうのが作ることができるのかなと思いますので、それらをね、ちょっと活用していただければなと思います。そしてあと余談なんですけれども、そのサファリページのちょっと下を見ていただくと、マイクとかね、カメラっていうところもあるかと思います。ほとんどの方デフォルトでね、確認っていうところにチェック入ってると思うんですけど、何かのタイミングでね、例えばこう、許可とかね、そっちの方にチェック入っている方は、確認の方に変更しておいた方がいいと思います。これは、例えばサファリでカメラを開くこと、こう、マイクを使うことって、あんまりないと思うんですけれども、例えば詐欺サイトであったりだとかね、そういったこう悪質なサイトを行った時に、例えばウイルスであったりだとか、いろんなことを考えた時に、カメラをね、バックグラウンドで起動されるとかね、それが常に許可になっていると、いとも簡単にそういうこう行動を起こされますので、例えばカメラやマイクを起動するときには必ずこう iPhone のディスプレイ上にカメラを起動しますとかね、マイクを許可しますとかね、そういった確認画面が出るようにしておいた方がいいかなと思います。で、これね、やっぱりそういうのも怖いからもう全部拒否しとこうとかね、思われる方も中にはいるかもしれませんが、これ逆にこう拒否にしちゃうと、通常利用するときにもうすべて拒否されちゃいますので、できればね、確認の方にチェック入れていただければ、その都度ちゃんと確認画面が出てきますので、確認の方をね、チェック入れておけばいいのかなと思います。なので今言った、設定変更、全部でね、6個ぐらい言いましたけれども、
そうですね。この IP アドレス非公開、サイト護衛、ね。あとはまあ詐欺警告、Face ID のロック解除とかね。この辺は全てオンにしていただいて、プライベートブラウザーでアダルトサイトを楽しんでいただければ、自分だけが見れるブラウザーが完成する。それ以外の情報も出ない。ね。IP アドレスも出さない。っていうような設定変更になるのかなと思いますので、ぜひね、ちょっと参考にしてみてください。あとはやっぱりですね、この iPhone の、ウイルス感染とかね、警告のポップアップ画面とか、そういったメッセージっていうのは、もう一度お伝えしておきます。100% 嘘です。それはね、もう信じないようにしてください。これはね、突然出てくるのでびっくりしてしまって、このウイルス駆除しますかはいとかね、進んでしまった方も、実際に僕のところに相談に来たんですけれども、もう 100% 嘘なので、もうそういった画面が出たとしても、×で閉じていただければ大丈夫ですので、そこは安心してください。なのでそういったね、こう画面が出てきても、普通にアダルトサイトを見ていただければいいのかなとは思うんですけれども、実はね、ちょっとした落とし穴もあるんですが、結構ね、こういったアダルトサイト、いわゆるその動画、エロ動画的なものをね、iPhone の端末にダウンロードする人もね、多いんですよ。で、これね、実際に、例えば有名どころ、名前なんかあるのかな、こういろんなこう日本企業でもね、ちゃんと正規のところってありますよね。DMM とかそうなのかな。ちゃんと料金を払って、そこからちゃんとダウンロードしているんであれば、問題ないと思うんですけれども、何かいろんな広告を踏んでね、この、お気に入りの女優さんのね、こう動画が無料でダウンロードできるとかね。無料は絶対ね、もうほぼ怪しいので、その辺は気をつけていただければいいかなと思います。でそういった動画のダウンロードって、こう、皆さんも焦ってかわからないですが、イエスイエスみたいなね、こう英語で書かれていて、なんかちょっとこうチェックが入ってたりすると、動画とは別に何かわからない、こう、ファイル的なものもね、一緒にダウンロードするパターンもあるんですよ。これ昔はね、こうパソコン、今でもあるのかな、パソコンでも非常に多い手法なんですけれども、確かに動画は入るんだけれども、そのファイルも一緒に入ってきて、その瞬間ね、昔パソコンであったのが、もうパソコンの電源が落ちてしまうとかね、そういったもうウイルス系のものがありました。それも実際に今 iPhone であったり Android 端末でも同様に発生する可能性はありますので、無料のエロ動画のダウンロードはやめた方がいいです。もし、ね、お気に入りのそういったもう、この女優さんのやつがね、見たいんだったら、ストリーミングの方が絶対いいと思いますのでね、ダウンロードだけはね、ちょっと正規でちゃんと購入した方がいいのかなと思います。ウイルスの危険性が非常に高くなりますので、その辺はちょっと十分注意していただければなと思います。その辺のね、アダルトサイトの中身についてはね、見えないかもしれませんが、あんまりね、興味がないというかね、そういった情報を持ち合わせてないので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひコメント入れてください。では、今回の動画ではですね、iPhone でより安全にアダルトサイト、エロ動画をね、閲覧する方法、設定方法について解説をさせていただきました。結構ね、真面目に解説させていただきましたけれども、この動画をね、見ていただいて、やっぱりちょっとどうしてもウイルス感染してるのかなとかね、ちょっとだけ操作してしまったとかね、いろんなユーザーの方がいるかと思います。どうしてもやっぱり心配だなと思われる方は、X の DM 相談とかね、LINE サポートを活用していただければなと思います。それらの情報についてはね、この動画下の概要欄の方に貼っておきますので、そこからお越しください。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。